実験大好き MNU です。今回は電波は不思議の宝庫、アマチュア無線化なら一度はね経験した不思議っていうのがあるんじゃないんでしょうか。今回はねヒリヒリ感電体験された方結構多いんじゃないでしょうか。なぜ感電したのか、防ぐ方法もねちょっと紹介させていただければと思います。無線特有のね感電のメカニズムっていうのをね簡単にご紹介させていただこうかなと思います。通常ですとねよく高圧、例えば100ボルトに触るとビリビリくるっていうのはね、もう皆さんもね大なり小なりご経験された方たくさんおられるんじゃないかなと思うんですけどね、高周波はね高周波内に感電するメカニズムってありますので、それをね簡単にご紹介いたします。一番多いのがやっぱり送信中、アマチュア無線ね少し出力が高めとなっております。少しねそういうことで感電しやすいという傾向、送信中もあるんですけど、受信中もね稀に感電することがございます。ご注意いただければと思います。送信時のメカニズム紹介させていただきます。昔はねマイクが金属でできておりまして、金属のこういうネットっていうのがかぶさってるっていうんですか、それが鼻とかこういう顎とかにね当たりますとね、ピリピリじゃなくてヒリヒリっていうんですか、なんかちょっと違和感をね感じたようなご経験の方も結構多かったんじゃないかなと思います。で、残念ながらねこの最近の無線機、もうマイクロフォンがプラスチックでできてるっていうんですか、無線機触るのにも無線機もだいたいこういう樹脂製のスイッチとかパネルも樹脂ですよね。昔ほど確かに感電はねなくなってきているはいるんですけどね、そういうとこ含めてね詳しいことをご紹介していきたいなと思います。なぜかというと、アンテナ側の設置が不足している場合とか、マッチングがあまり良くない時にねこの現象っていうのはよく起こってたんじゃないかなと思います。例えばですけど HF のローバンド、特に 3.57 あたりはね、特に最近このロングワイヤーアンテナ、当チャンネルでもねよく取り扱っているアンテナだと思うんですけど、やっぱりこれロングワイヤー、アースの良し悪しがもろに出てきますので、アマチュア無線だいたい皆さん 10W 以上で出てると思います。そういうね要因で HF のローバンド、ロングワイヤー10W 以上という方はね結構油断しますとねピリッてすることがあるんじゃないかなと思います。で、具体的にねなぜピリッてしますと、よくねアンテナをね図式化すると電流がこう流れてますっていうのがあるんですけど、電流の最大はだいたい根元なんですけど、電圧の最高はね端にあるっていうんですか、ここ一番高くなる、ここがねポイントとなっております。通常ですとね、先ほど皆さんお見せした通りね、こういうようにねしっかりとアース取ってたらいいんですけど、こういう形ですね。ロングワイヤーとかですと十分なアース、自分は取れてると思ってても意外と取れてないことが多いっていうんですか、地上から同軸ケーブルをもう浮かしてる場合、地上にね同軸ケーブルを垂らしますとグラウンドラジアルみたいな形で、あまりねこちらには高圧が立たないみたいなんですけど、意外とねこういう形で同軸ケーブルをきれいに浮かしちゃいますとね、ここが、具体的にはね同軸ケーブルの外側がカウンターポイズンとしてね動いて、それでねピリってくることがね多いような傾向があったんじゃないかなと思います。同軸ケーブル、上が電波が乗ります。近くにねこのまた電子機器とか、実際今回は書かなかったんですけど、こういうものがこう配線が走っていたりするとね、これがまたいろんな現象を起こすような形になっております。同軸ケーブルがねもうアンテナの一部となって、室内にもねもう高周波が溢れてしまうような感じになります。こうなりますと各種と電波障害っていうんですか、あと電子機器がねそれによって誤動作することが稀にあるような形になります。特にこれ電源回路にね回り込みますと、送信すると普通電流使うと電圧がちょっとでもね下がるような傾向になると思うんですけどね、逆に電圧が少し高くなると、むちゃむちゃ高くなることはあんまりないと思うんですけどね、ちょっと高くなるっていう時はねちょっと要注意じゃないかなと思います。で、あともう一つはね、電源が故障しないように保護回路、たくさんの電流が流れた時にシャットダウンするようなね回路がありますと、誤動作して逆に今度は電気の供給を止めちゃう、電圧がグンってね下がって無線機が止まるようなこともね結構あるんじゃないかなと思います。トランシーバーに今度回り込むと、あまりはないんですけどね、やっぱり無線機が誤動作することがあります。で、やっぱり一番よく出るのがこの変調がちょっとおかしいですねっていう時がね結構多いんじゃないかなと思います。無線機です。結構各メーカーさんねこういう回り込みには強く作ってるとは思うんですけど、一番弱いんがねやっぱこの変調周り、なんかちょっと変調が歪んでますねって言われる原因になるような傾向になっております。余談なんですけど、インターホンが鳴る、突然ピンポンってなったりすることがあるんでね、これが意外とねマンションの時に注意していただきたいと。自分のところは何もね電波障害が起こってないと思ってても、意外とねこのインターホンが鳴ってるっていうことがね私の動画にもおりましたんでね、意外とこのインターホンっていうのがねちょっと油断できない。ただ最近はね
カメラ付きのインターホンとかになるとかなり高機能になっているのでね、そういうものは誤動作しないようなんですけど、要は本当に昔のボタンを押すタイプっていうんですか、ピンポンプラス音声しか流さない程度のやつがね、意外とこれ危ないような傾向です。照明機器が勝手に点灯すると、人を検知するようなねセンサーのついた蛍光灯、電波をね近くに出すとピカッとつくことが稀にあると思います。ちなみにうちの家も稀につくんですけど、それもありますんでね、この蛍光灯も要注意で、最近はあんまりも聞かなくなったんですけどね、パソコンが勝手に起動すると落ちるっていうのもね、なんか聞いたことあるんですけど、一番多かったのはね、誰もいないのに勝手にパソコンが立ち上がったっていうのがね、結構電波障害の一つとしてね、幽霊現象じゃないんですけどね、結構昔10年前の10年か15年ぐらい前ですかね、 Windows95、2000ぐらいのパソコンはね勝手に起動したっていう話はね結構あったんじゃないかなと思います。こういう時にね、私もそうなんですけど、同時ケーブルにパッチンコアいっぱいつけたらいいだろうっていう、ね、考え方あると思います。パッチンコアこれ非常にね有効な道具ですので、使う時にねじゃんじゃん使うのはいいんですけどね、逆に同軸ケーブルがアースとして動いている場合、カウンターポイントというかラジアルですよね、動いている時にねあんまりねこういうパコ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 つけるのはねあんまりおすすめできないような形です。なぜかと言いますとね、アンテナというのは、こちらにもねちょっと電流の方少なめに書いてあるんですけど、アース側にね流れている電流とエレメント側に流れる電流が基本的にはイコール、要はこっちらにたくさん流れればこっちらもたくさん流れる、こちらにパッチンコアつけますとあまり高周波が流れなくなりますので、アンテナの性能も落とすような傾向、またはアンテナに付帯設備がありますと、もっとね違う方向にね電流を流そうとしてなんかややこしくなることが結構多いので、どうしても仕方ない時はねもうパッチンコアつけるしかないと思うんですけどね、やっぱパッチンコアはこういう場合につける時にはね要注意じゃないかなと思います。こういう時はね基本パッチンコアつけるよりもできるだけね高周波をスムーズに流す方向でね考えていただければと思います。高周波をスムーズに流すっていうのは基本的にね、要は電位の低い方向に電気っていうのは流れていきます。できるだけねパッチンコアで電気を止めるんじゃなくて、電位の低い方に高周波を流すっていうね考え方でうまいことね処理していただければうまくいくんじゃないかなと思います。でこういう場合はね、ほとんどの場合はやっぱりアースの強化、やっぱアースの抵抗を下げたりする必要、場合によりましてはこのマッチング回路ね、やっぱり SW バードを下げたりすると改善することもありますので、マッチング回路もね改善したりすることもね結構お勧めしたいようなねポイントになります。こういうような形でしっかりとねアース相当のラジアルですよね、こういうのをね設けていただければ、こちらにたくさん電流が流れればこちらもたくさん電流が流れるという関係ですのでね、できるだけ電位をねアンテナ側、同時ケーブルのこっち側じゃなくてこっち側にねいいアースを設置してあげて、電位を下げてこっちからねたくさん電波を出せるような仕掛け、できればねそういう方向をねこういう時には考えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。受信時のメカニズムっていうのもご紹介いたします。受信時はね正直言って私も過去に1回しかないんですけど、どうもねこれ大気中の静電気じゃないかなと言われてます。要は風が強い時は要注意、特にねアンテナでどうもエレメントと空気が当たるとどうも静電気集めてるような形になってるんじゃないかなと言われてます。イメージ的にはこんな形ですよね。ヤギアンテナがあってガーガー風が吹いてると。でポイントはね、マストが少し地上から浮いてると、感電っていうのは電気が流れた証拠です。ですので人から見るとね電気が流れやすいルートがあるっていうことでね、地上で立ってるような時が多いんじゃないかなと思います。このね芯っていうのがマストが設置されてない、地上に近い、まさにこれ移動運用の時にね結構ピリってくることがねあるんじゃないかなと思います。本当にこれはねほとんど皆さん経験ないとは思うんですけど、風の強い日、冬場とかやっぱり静電気が起こりやすいシーズンはね稀ですけど、車でもピリってくるぐらいです。アンテナでも来たっていう経験ねある方もおられると思いますので、ぜひともね風の強い日、空気の乾いている時にはね静電気でピリってくる可能性もありますので、ご注意いただければと思います。アンテナの調整中、これもね結構注意が必要となります。エレメントの先端部、ここはね送信時に結構な高圧がかかります。数メーターぐらいになりますとアンテナが小さいっていうんですか、手にが届いてしまいます。10ワット以上でね、感電というよりもやけどに近いよね症状になることが結構あります。まさにここですよね。
本当にエレメントの先に合わせると明確にね先っぽが高圧になります。こちらはねまだぼやーんとした形ですけどね、アンテナもうこっから向こうは完璧に絶縁体ですので、本当にねかなりの高圧になるみたいです。触ると感電というよりもやけどになっちゃいますね。ひどい時は本当にねちっちゃな水ぶくれを起こしたりするパターンが結構ね多いんじゃないかなと思います。火によるやけどよりこの電気に近いっていうんですか、電気のやけどって非常に怖いと言われてるんですけどね、電気のやけどに近いような形になりますので、皮膚のね表面は結構ちっちゃなやけどなんですけど、結構皮膚の奥までねやけどをしてしまうんで、ジンジンするっていうんですか、高周波のエレメントの先で発生するこのやけどっていうのはね、これはね本当に注意していただきたいポイントじゃないかなと思います。まさにここですね、この端っこ。もうどういう時でもね端っこって触りやすくなると思うんですけど、特にね油断しがちなんがこのアース側、ラジアル側ですよね。こちら側ですよね。ついつい手が伸びちゃうんですけどね、この端っこも要注意ですよね。ご注意いただければと思います。アンテナの調整中はね絶対にエレメントは触ったらダメだと。要は送信してる間はね危ないです。絶対先端分エレメントを切ったり調整するために触るのはね厳禁にしていただければと思います。万が一に備えて出力の方もねアンテナの調整の場合ですと 10W まで入れる必要はないと思います。特に最初のうちはね 5W とか 3W とか測定器がね対応できる出力までねギリギリ落とすのがね一番のポイントになるんじゃないかなと思います。今でしたら私もそうなんですけど、過去にね高周波で感電したりしますとやっぱ怖いです。正直言いまして、積極的にねアンテナアナライザーナノ VNA と言われる測定器ですよね。こういうのはね非常に低いレベルでの高周波で測定してますので、やけどすることはまずありませんのでね、現代的にはもうできるだけアンテナの調整におきましてはね、こういう測定器実際に使う寸前のテストの時にだけねイスタバーだけを接続して 10W なり 20W をかけるような形でね、できるだけね測定器を使いながら調整した方が安全確実の時代にはねなりつつなるんじゃないかなと思います。まとめの方をさせていただきます。アマチュア無線非常に楽しい趣味ですけどね、やっぱり結構危険なシーンが合うと、国家試験の時の問題にあるっていうんですか、カウンターポーズの端は触るな、基本は人が届かないように高いところにしようとかって保安基準っていうのがあると思うんですけど、重要なことが書かれております。意外とねこういうことに合うことはないんですけど、までにやっぱり感電っていうのはありますんでね、十分注意していただければと思います。10W 以上をね使うっていう時点でやっぱりアマチュア無線っていうのはね国としても危険性があるので、それをね危険の問題にも出しているような形になります。決してねものすごく危ないことはないんですけど、十分ねやっぱり注意する必要はあると思いますのでね、やっぱり 10W 以上の出力を扱う上ではねこの感電っていうのはねご注意いただければと思います。ただ今回もそうですけど、ポイントっていうのはそんなにたくさんないと思います。アンテナ側の端、アースの端、これは要注意で、できるだけね触らないのが一番安全です。本当にね感電です。ピリッとこんかったらええだろうって言い始めたらもうキリがないんでね、簡単な理屈をすればやっぱ危険だということを知りますので、危険予知できるだけね危ないと思うことはもうやらないと、やって経験することも重要だと思うんですけどね、やっぱアマチュア無線化結構年取った方も多いと思います。できるだけね安全第一、無線を楽しんでねいただければと思っております。こういう形でね、昔ですとねもっとガンガン感電してたって皆さんね無線機本体つまみ操作しててもしてたと思うんですけどね、最近の無線機はプラスチックの本体、つまみもプラスチックで、なおかつねマイクロフォンのところももうプラスチックですけど、あんまり感電することがなくなって、一番ね無線機自身の感電っていうのは実際ねものすごく少なくなってきてるんじゃないかなと思うんですけど、意外とね電源がおかしくなった、各種の電波障害ですよね、インターホンが鳴ったとか、そういう形の方がね圧倒的には多いとは思うんですけど、ぜひともね注意事項としてアマチュア無線感電することもありますよということでね、簡単な事例紹介させていただきました。おそれでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。